今日の予定は鍾乳洞と、その鍾乳洞行った後にちょっと別府の温泉に泊まろうと思います。で今からおばあちゃんといとこのリアムくんの3人で行こうと思います。モザイクかけとくわ。どうも皆さん、温泉マヒアのカイトです。今日は久しぶりの運転です。今回は撮影のための旅行というよりかは、本当家族旅行の時に撮影しているので、ちょっとうまく撮れていないところもありますけど、まずは自然いっぱいのところを通りながら、鍾乳洞に向かっております。到着。今回行った鍾乳洞は稲積鍾乳洞というところで、今受付でチケットを買って鍾乳洞の入り口まで歩いて向かっているところです。で、左手には看板があるので、非常に鍾乳洞について理解しやすいと思います。お、すごい。すごい。何これ。うわ、すごいね。お、すげえ。苔とか。めっちゃ水が綺麗で、もう魚も泳いでました。いとこのリアムはいつもカナダに住んでいて、今夏休みで日本に遊びに来ています。うわ、すごい。すごいね。これ全部ナチュラルだよ、リアム。うん。あ、オッケー、全然オッケー。オッケーオッケー。お、寒っ。鍾乳洞の中は非常に涼しかったです。外の気温が暑すぎるっていうのもあると思うんですけど、逆にすごく寒くも感じました。で、ここの稲積鍾乳洞さんはサウナも運営されているので、外のサウナで温まった後に多分ここにこの冷たい水のところに入ったら非常に気持ちいいと思います。あ、ここで道が分かれるいうことか。稲積水中鍾乳洞は3億年前の古生代に形成されて、30万年前、阿蘇火山の大噴火によって水没して現在の形を形成したとされています。おお、すごい。何これ。すごいな。これ壊れたりせえへんよな。うん。冷て。動物が自然にできるんだろうね。ねえ。あ、この垂れとる水でできんね。このように鍾乳石にはいろいろな形があります。で、これらの鍾乳石の元になる、石灰分を溶かした地下水が雫となって天井の壁を伝ったり流れたりポタポタ落ちたりすることで、そのいろいろなカーテンのような形とかタケノコみたいな形とかをいろいろ作っていくと言われています。鍾乳洞の中にはお賽銭もできる仏像さんが置いてある場所もありました。めっちゃ涼しい、マジで。これ神秘的。見どころのあるポイントは、それぞれ名前がついており、いろいろ水があったり、すごいユニークな形をした場所とかがいろいろありました。おお、すごいな。鍾乳洞の調査研究のために、専門のダイバーさんが潜ることとかがあるらしいんですけど、その時のために命綱がついてたりもしてました。水中の黄金石。それが黄金石。何これ、骨みたい。怖いね。怖いね。崩れ。鼻入れてる。ね書いてるって重たいな。え。いいな。鍾乳洞は非常に神秘的でした。で、温泉だけじゃなくてサウナもたまに入
入ったりするので、この稲積鍾乳洞さんのサウナにはちょっと入りに行きたいなと思います。非常に水もきれいで、ところどころこうやってライトがあるところには植物も生えていたので、なんかいい感じだなって思ってました。手洗える。こうやってできるもん。あ、冷たっ。そう、めっちゃ冷たい。気持ちがいいね。こんなところは前はなかったよね、昔は。じゃあ整備したんのやろうな。そうだろうね、鍾乳洞だけだったもん。金色の非常に大きい大仏もありました。なぜここに置かれてるかはちょっと分かりませんでした。アイガモの餌100円と書いてありますが、錦鯉しかいませんでした。僕があげてるときは食べないのに、いとこのリアムが投げてるときはめっちゃ食べてました。悔しい。すごい食べてる。こういう昭和を感じる場所も一部ありました。これは非常にテンションが上がりますね。そうだよ、そう。こういう雰囲気だけ。キャバレー花場なんとか。日本の昔ね。古いな。あんなバイクやったんや。でかっ。僕もリアムも非常に興味を持ったのが外にあったコーラの自販機です。瓶もあるので売ってたかなと思ったんですけど、売り切れになってました。買いたかったね。これ買いたい。同じ敷地内に100円でくじを引いて入ることができるなんか洞窟みたいなところがあって、そこも行きました。1枚入場券とこれ1個1個おみくじおみくじはもう開ける。いやおみくじの結果は吉でした。内容はよく覚えてません。いとこは大吉でした。さすがです。引いたおみくじをこの洞窟内のロープのところに結ぶのが、観光なんだと思います。多分なんか結んだらその願いが叶うみたいなあると思うんですけど、ちょっとよくわからなかったです。出てきた。鍾乳洞とかを楽しんだところでアイスを食べながら一休みします。リアムカナダオーロラ見たことある？ないオーロラ。鍾乳洞を出て、こういう綺麗な川のそばをずっとドライブしながら行ってました。ちょっとこの景色をねずっと撮りたかったんですけど、ちょっと道中撮れなかったんで帰りにちょっと寄ってみました。それでは移動して別の観光スポットです。今到着したのは原尻の滝というところです。下まで降りてちょっと近くで見てみましょう。おお、でかっ。でかいね。乗ってる。観光を楽しんだところでメインディッシュの温泉旅館に行きましょう。本日泊まるのは別府の桜亭です。で、あくまで家族旅行中だったので取れるとこ取れないとこあったんですけど、ちょっとそこはご了承ください。部屋の洗面台はこんな感じになってます。ダイソンのドライヤーもあったのですごかったです。それでは、到着してすぐ家族風呂に向かいたいと思います。道中の景色はこんな感じ。雪やね。おお、梅いいじゃん。梅いいよ。いいね。梅当たりやん。じゃあ梅に入ろうか。いいやん。梅に入りやん。別府の桜亭さんには、
と6つの家族風呂と、あと、大浴場は男湯と女湯それぞれついてまして、それぞれ家族風呂にはこういう梅とか椿っていう名前がついてました。椿もいいじゃん。でも梅と同じだよね。これは家族風呂の空ですね。これの隣にある天っていうところに入りたかったんですけど、空いてなかったです。ちょっと到着して、普通に本当に家族旅行中なんで、ゆっくりと撮ることができなかったんですけど、今こういうところ、絶景のところで、今から家族風呂に入りたいと思います。今ランプがついてるところはばあちゃんといとこのリアムが入ってるところで、僕はちょっとこの椿に入ろうと思います。このランプの付け方としては、ここに入ったらカードをここに挿すことでこっちのライトもつくし、外のライトもつきます。これで他の宿泊のお客様に自分が今使ってるよってアピールする方法ですね。鍵を閉めて、さあ僕が入るのはここですね。いいね。楽しみ。OK。じゃあ入りましょう。家族風呂それぞれの部屋に、タオルとかドライヤーとかあるので、何も持ってこなくても入れるようになってます。で、ちゃんと整髪剤をつけてますので、ちゃんと汚れとかそういうのはちゃんと洗い落としてから温泉に入りましょう。この家族風呂も自分で温泉の温度が調節できるように、一番右のレバーをひねればちょっと分かりづらいんですけど温泉が出ます。で、真ん中のレバーをひねると水が出るので、温度の調節はしやすいかなと思います。で、これはおそらく温泉をかき混ぜるための棒ですね。上だけが熱かったりするので、ちゃんと水を入れてそれを均一にするように混ぜるんだと思います。それでは念願の温泉に入りましょう。まだ暑かったので、温度が下がるまで景色を楽しみます。気持ちいい。一日運転した後のこの景色と温泉は非常に気持ちがいいですね。別府はメインで温泉が出てるエリアが何個かあるんですけど、それでこの絶景など桜亭さんは神縄っていうエリアのところに当たります。で、割と標高の高い場所にあるので、眺めが非常に良くて、いろんな時間帯でも楽しむことができると思います。気持ちいいですな。気持ちがいい。泉質はナトリウム、塩化物、硫酸塩泉です。で、メタケイ酸が豊富なので、美肌にいい温泉で、ふんわりと香る優しい湯ですとホームページに書いてありました。で、6つある家族風呂は予約制ではないので、空いていればいつでも
利用することが可能です。で、宿泊の時はもういつでも入れるので、まあご飯食べた後でも朝起きた時でももういつでも好きな時に入ることができます。で、おばあちゃんといとこよりちょっと先に上がって、まあラウンジを楽しんどくことにします。で、ここがラウンジです。で、こちらはビアグラス。で、これがビール注ぐところですね。で、ジュースと冷水。で、コーヒーもついてます。ここにあるドリンクは全て無料で飲むことができます。と、風呂上がりの至福の一杯をちょっとお先にいただきたいと思います。それでは夕食に向かいましょう。夕食は部屋で食べるのを選択しました。まあ、小鉢から刺身までもう豪勢なものが揃っております。真ん中にある黒いのは後で和牛が来るのでそれを焼くところです。まあ、小鉢も刺身も、まあ、全部美味しかったです。今からメインの和牛が到着しました。和牛だね。こちら火をお付けしてから2分から3分ほどで鉄板温まりますので、い鉄板温まりましたらお好きなようにお入れください。はい。2、3分。うん。よっこいしょ。あ、いや焼きすぎたらあかんなこれな。うん軽くでいいわ。軽く炙るぐらいでな。いや、こうささっとこうフィッフィッ。おいしい。お肉お塩で食べても美味しいね。和牛は脂が乗っててめっちゃ美味しかったです。これは温泉の蒸気で蒸した料理です。これもうまかったです。急に場面が飛びますが、翌朝です。それでは今から朝風呂に入りに行こうと思います。お風呂に行く前にラウンジに寄ったんですけど、おしゃれなお椀とかたくさんありました。僕は抹茶が好きなので、なんか抹茶が立てれそうなお椀を見ると楽しいです。おはようございます。おはよう。貸し切り風呂への行き方なんですけど、館内にこうやって外を出れるとこがあるので、ここの階段を登ってお風呂に向かいます。そしたらこの眺望が見れます。で、今から入るのは天の湯という、昨日入りたかったんですけど空いてなかったところです。よし、じゃあ脱いだので行きましょう。朝なので全く声が出てませんね。早朝からこのお風呂に入れるのは非常に贅沢です。よし、入ろうか。ここの天の湯も昨日紹介した椿の湯と温度を調節する方法は同じで、右のレバーをひねると温泉が出ます。で、真ん中のレバーをひねると水が出ます。ちょうどいい。ああ、気持ちいい。光が眩しいね。逆光がすごい。
それでは入りましょう。段差がここありますね。気持ちがいいですな。この隙間から見えるのかな、景色を。感じ。絶景の宿桜亭さんは別府駅からタクシーで約15分ぐらいのところにあります。で、一応バスも通ってますので、旅行に来た際はそんなに交通の便は不便を感じず移動することができると思います。で、ホテルはどこもそうだと思うんですけど、早く予約すればするほど安いので、場合によっては、約半額ぐらいになる時もあるので、旅行の予定立てるときは前もって予約することをお勧めします。体がいい。で、言い忘れてたんですけど、どの貸し切り風呂を今人が使ってるかっていうのは館内にある看板みたいなので確認できるので、わざわざ貸し切り風呂の前まで来なくても大丈夫です。客室が家族旅行っていうのもあってあまり撮影できなかったので、じゃあここで説明させていただくと、客室にはもちろん冷暖房は完備で、テレビも冷蔵庫もついています。で Wi-Fi もあるので、日本国外から旅行に来られた際もスマホとかは全然使えると思います。で、客室にも温泉がついておりまして、ちょっと入りたかったんですけど、今回入るタイミングがなかったので、ちょっと最後に動画で撮ってますので、そこだけ載せようと思います。個人的にはこの天の湯からの景色が一番良かったです。じゃあ上がって朝食を食べに行きましょう。めちゃくちゃ逆光やな。こちらが朝食です。朝から非常に豪勢です。で、朝食は部屋ではなくお食事処で食べました。何これ、生ハムあるの？昨日の夕食の時のサービスで、おそらくシャンパンですが、これをもらいました。で、部屋のお風呂はこんな感じになってます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。